皆さんこんにちは。声優歌手の遠山奈緒です。この度私声優活動10周年ということで、いろいろな出来事をあれこれと振り返っていくナオズヒストリー対談企画でございます。前回の対談では声優の安野清乃ちゃんに登場していただきましたが、今回はスタッフさんサイドということで、こちらの方に登場していただきたいと思います。兜勝弘さんです。どうも音楽ディレクターの兜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にご出演いただけるとは思っておりませんでした。出ることになるとは思ってなかったですいやだってね、本当にスタッフさんで今までこうステージに立たれたり、こうやって動画で出られたりっていうことそんなに多くは。いやだ初めてですよ。初めて今日メイクさんにちょっとやってもらったので初めてなんと、はい、いやでもそれで言うと私の初めては兜さんにたくさん見届けていただきましたのでそんなお話をいっぱいしていきたいと思うんですけれども、兜さんとの出会いはですね、もう本当に10年前、私のテレビアニメデビューになりました神の溝知る世界、中川かのんちゃんという役だったんですけれども、その、レコーディングの時のディレクターさんとしてずっと4年ぐらい、そうですよね、はい、お世話になっておりました。なので本当にもう何もわからない時からいろんなことをご指導いただいているんですけれども、覚えてます？もちろんですよ、それは。10年も前のでもオーディションからねだったから。あ、でもオーディションの時は私お会いしてないんですよね。歌のなんかオーディションみたいなのが一回かのんちゃんのオーディションがセリフ含め歌含めあったらしいんですけども、その時に該当者なしっていうことになって、でもやっぱりレコーディングとかアフレコに先行してやらなくちゃいけないっていう関係で、そろそろかのんちゃん決めないとまずいよみたいな感じになった時に、もう時間がないからとりあえず歌だけ聴こうみたいな感じになって、私事務所のスタジオで歌だけ歌って送らせていただいたんですよ。でもう何の作品なのか何のキャラクターなのかも何もわからないまま送らせていただいて、そしたら決まりましたっていう。そこもうテストだったんでね、その時は。そしたら僕が歌取った時ってね、あれはテストだったんですか？いや、わかんないです。テスト私はもう合格ですって言われてスタジオに行ってたんですけど、あれはじゃあテストだったんですか？なんか難航してたんですよ、誰になんか託そうかみたいなのは。でなんかいろいろこう歌をなんか、僕も一応なんていうか審査員じゃないですけど、なんか音楽的なアドバイスみたいなのがあったんで、なんかいろんななんか聞いて中の一回そうですね、スタジオでテストさせてもらってみたいな。でもあの時はね大変でしたね。ドラさんが大変でしたよね。いろんなおじさんたちがいろんなことを言ってああでもないこうでもないっていう。まずスタジオに入った時に皆さんと自己紹介をさせていただいて、もうカチコチで声優の遠山奈緒です、この度はよろしくお願いしますみたいな感じになって、で兜さんです、兜ですってご紹介いただいて、その後松田です、松川です松尾です松のつとかではいっぱいもう一回お願いしますみたいなそこから大変でしたね。そうですね確かに緊張してましたもんね、多分ね。やっぱり伝わってましたか？いやでも最初っていうのは知ってたので、でもほら何でもそうですけど、レコーディングもライブとかもあれは経験でしかないじゃないですか。だから一番何も知らないところでね、自分がどんな感じで歌ってるのかも全然、どんな声を出していいのかも分かんないところでね始めなくちゃいけないのって、それは酷で、その上にねいろんな、いやもうなんかソロアイドルとはみたいな、昨今こういろんなグループのアイドルがいる中でしっかりソロでピンでやるアイドルとはみたいなところをなんか言われてもね分かんないですよね。確かに最初は難しいお話が多かったなって思います。やっぱりアイドル像っていうこと、スタッフさんの中にあるものと、それから原作の若き先生の中のアイドル像だったり、その皆さんのアイドル像のいいとこ取りをしていくみたいな、でかつやっぱかのんちゃんとしての唯一無二の存在感だったりとか、なんか悩んでることだったり、彼女の輝きだったりっていうことをなんかいっぱいいっぱい考えさせていただいたなって思います。なんかそもそもこちらのスタジオもですね、かのんちゃんにゆかりのあるスタジオで、確か夏色サプライズぐらいからずっとかのんちゃんの楽曲はこちらで撮らせていただいているんですよね。そうですね。
なのでこのスタジオにこう来る時の道のりとか階段の感じとか、ね、おおなんかドキドキしてきた当時をめちゃめちゃ思い出しました。その私は本当に初めてだったので緊張しすぎてていろいろ記憶がすっぽ抜けているところもたくさんあるので、今日はかぶとさんとお話ししながらいろいろ思い出していきたいなって思うんですけど、そもそもその10年前の私ってかぶとさんから見てどんな風に映ってましたか？いやもう一言初々しかったですよでもなんかまあ今そこはねやっぱりあんま変わってないところなんですけど、やっぱりなんかがむしゃらに一生懸命ななんかまっすぐに向かっていくところは全く変わってなかったので、なんかそこはこうねいろいろこうしたいああしたいみたいな、なんか僕自身もあの時ってまだアニメの音楽とか声優さんに対してっていうのはまだそんなに経験値がなかったんで、そうなんですよ。でなんかでもね新人だった遠山さんをやっぱり一個の作品として預かってなんかやっぱ形にしなくちゃいけないっていうのは結構みんな課せてたとこがすごくあって、その分なんか容赦しなかったんですよ僕も。そうだからそういう意味だとなんかその時でしかなんか出会えなかったその感情だったりとかそのお互いのスタンスだったりとかっていうのが多分全部なんかこう必然的に絡まり合ってるというか、っていうのはすごい思いますね。なんか確かにかぶとさん容赦なかったですっていうのもこれはやっぱ後々になって分かったことなんですけど、こうレコーディングしててはいもう一回みたいな、それはやっぱり私が、まだまだ下手くそで至らないところがいっぱいあってっていうのは分かってたんですけれども、昨今やっぱりテクノロジーが発展しているじゃないですか。なのでなんか他の現場に行くともしかして今ちょっとダメだったかもって思ってもこれぐらいは直せるので大丈夫ですよみたいな心配しないでくださいみたいな、でもみたいな本当に大丈夫ですみたいな感じで、本当に大丈夫って本当に大丈夫なのかなみたいな感じで結構不安だったんですよ。でも出来上がりを聞いてみたらとても素晴らしい形に仕上がっていて、ブラボーテクノロジーってなっていたんですけど、でもそれでもその上でかぶとさんは直せるとは分かっていても高い水準のものを出せるまで粘ってくださってたんだなっていうのを後ですごく知りました。6時間とかレコーディングしてましたもんね。やってましたね。いやあれはもう今じゃ考えられないですけどね。考えられないです声カスカスになっちゃうそう確かに、やっぱりなんか自分でなんか改めて思うんですけど、やっぱりいわゆるキャラソンやってるつもりは全くなくて、現場はやっぱり一人のアーティストをやってるぐらいな勢いでやってましたやっぱり。でそれにちゃんとこうしっかり食らいついてきてくれるね田山さんがいたから、なんか多分そこで成立したものだったんだなっていうのはすごい思いますよやっぱり今思うと。いやでも私の今のレコーディングのスタイルもやっぱりその元を作ってくださったのはかぶとさんだなってずっと思っていて、ここまでできてやっと OK だっていう思えるレベルのこのラインだったりとか、あとは全部撮り終わった後にノンプレッシャーバージョンっていうのをやるんですけど、それもやっぱり私がすごく緊張しいで、やっぱりOK テイクが出るまではちょっとこう肩肘張ってしまってのびのび歌えなかったりするところ、もう OK 出てるからもう田山さん自由に楽しくのびのび歌ってみてっていう風に言ってくださったのもかぶとさんなんですよね。なのでこうブロックごととかフレーズごととかきっちりかっちり撮った後、じゃあもうあとはライブだと思って楽しく上から下まではもうフルコーラス行ってみようみたいな、それはもうかぶとさんが教えてください。意外にねそっちの方が全然こういいテイクがねあったりするんですけどね、こうポッと生まれるんですよね。確かにな。さっき一人のアーティストとして扱ってくださったっていうお話がありましたけど、でも本当の始まりはこの子をなんとかしなくちゃいけない、なんとか形にしなきゃいけないっていうところがあったと思うんですけど、何せ歌い方がずっと合唱部にいたので、
何の色もない、はいはい、ハッピーハッピーハッピークーレ戦闘みたいな感じだったと思うので、それをキャルンと可愛くアイドルっぽくするっていうのはもうどうしてやったらいいんだろうって結構悩まれたと思うんですけど、なんか多分そうですね。なんかレコーディングしながら多分いろいろ決めていったというか、その時のひらめきだったりとか、なんか僕も最初に遠山さんの声聞いて、なんか役としてアプローチをしてきた声を聞いた時に、なんか本人を目の前にして言うのは恥ずかしいですけど、なんかやっぱりものすごく明るい声だなと思ったんですよ。で歌声もすごいこの子は多分そのハッピーに聞く人をハッピーにさせる声なんだなっていうのがあって、でもなんかやっぱりまあみんな知ってると思いますけど、真面目なので、もう真面目なのをずっとやったとしてもあんまり面白くないんですよ。いいものではならないので、だったらもうちょっとアクセントというか、その歌に引っかかりをつけるためにはまっすぐ歌うんじゃなくて、ここはちょっと引っ掛けて歌ったりとか、なんかその歌としての引っかかりというかフレーズが残るみたいな、っていう、しゃくりとかいろいろ言ってたじゃないですか。はい、で遠山さんのその声をそのここぞっていう言葉にいっぱい重ねて、すごくこう長感情ものすごく聞こえるようにするとか、なんかそういう技法というかっていうのはなんかやっぱ当日ずっとこう考えながらやってましたね。でもそこもね含めてなんかその予定調和じゃないところのなんかこうひらめきでなんか作ってた感じがすごいあったので、逆にねいや当時の僕からするとちょっとあれなんですよ、付き合わしちゃった感が逆にちょっと今だと反省なんですよ。なんかプロデュース方というか、やっぱこうしようこうしようこうしようみたいなのをでそれで返してくれたからすごい良かったんですけど、だからそう今は多分ああいうことあんまやらないかもしれないですね、僕は。そうなんですね。いやでも当時の私はあんまりそのよく分かっていなかったというか、なんかこれが普通なんだなって初めてだったので、なんかすごい熟考してるなとか、すごい何パターンも試してるなっていう感覚はあんまりなかったので、今そういうふうにおっしゃられてもそうだったっけみたいな感じで、あんまりそうですね、そういう印象っていう意味では残ってないですね。でもそれ良かったです。でも楽しくやらせていただいてたなって思います。でも本当に最初はもう何回やっても神テイクが1個出せるのかどうかっていうのも分からなかったので、毎回不安だったんですよね。それはスタッフさんもそうだったろうなって思うんですよ。こうちゃんとできるのかなみたいな、レコーディングしかりライブしかりですけども、だからよくあの時まだ何者でもなかったどこの馬の骨とも知れぬ私にそれを全て託してくださったなっていうスタッフさん方の勇気もすごいなって行っちゃおうみたいな、どんな気持ちでしたか？いやでもなんかその僕もすごくこう嬉しい誤算というか、なんか僕もあそこまでこういろんなことができるものになるとは思ってなかったので、もちろんやるぞと思ってなんかやってましたけど、じゃあライブをやれたりとか、なんかアルバムを出せたりとか、なんかそういうのってあんまりリアリティは感じてなかったんです、やってる当時は。でもやっぱりどんどんそのファンの方だったりとかやっぱ声があって、いやもっとやろうみたいになって、なんかどんどんこう僕自身のなんか夢だったりとか、こういうことになったらいいなみたいなのがどんどん叶えてもらってる感じでしたよ。なんかあの時の思い出すと。そうだったんですね。じゃ最初の構想ではその今までのかのんちゃんの道のりっていうのはそこまで明確にこうラストまで描いていたわけでは、でもなんかそのいやもちろん描いてましたけど、でもそれを遠山さんに課せちゃうと辛いじゃないですか。いやどう責任取んだよみたいな、ここまでいけなかったらみたいなじゃないじゃないですか。やっぱどっちかというとポジティブにどんどん物事が進むようにというか、でもなんかやりながらなんかどんどんアイデアだったりとか、彼女もうちょっとこうしようとか、なんかそういうのがどんどん出てきてたので、楽しかったですね、僕自身としても。嬉しいです。だからそれこそ音楽的なところでも僕は本当にいつかなんかお仕事したいなと思った先輩方とかと彼女を通してなんか、お仕事してもらったりとか、そういうところですごく僕なんか夢を叶えてもらってるんですよ。
そのキャラクターというか。そういえばそのこともありましたね。そうロマンティック愛情のミックス、カノン 100% だった。カノン 100% だ、そうですの時のそうですね。カブトさんがすごく楽しそうだった。確かにそうあれエンジニアの内沼さんっていうもうなんかもうそれこそなんかピンクレディーとかなんかもうたくさんいろいろやった人のを中川カノンでやってもらえるっていうなんか、冗談半分本気半分で言ったらやってくれるって言って本当ですかみたいなみたいなところもなんかすごく興奮しましたし、でも新人の私はもうぽやぽやしてるのでこの方が内沼さんでみたいなみたいな分かんないですよね。でもね裏方の裏方なので戦略なので、でもいわゆる日本の音楽史を作ってきたね紛れもない人だったりするのでなんかそういうの人たちとやっぱりこう交われるっていうのもなんか一個すごく嬉しかったですね僕としても。私もなのでカノンちゃんを通してすごい方々にお会いできたりとかすごく温かい方々にお会いできたりとか、いろんなこう声優さんとしてやらせていただくお仕事のいろんなこう地盤を教えていただいた作品なんですよね。レコーディングもそうだしライブもそうだし取材もそうですしラジオもそうですし、だからすごく記憶がすっぽ抜けてるところもありますけど初めてって印象に残りますよね。そうですね。私カブトさんに言っていただいた言葉の中ですごく嬉しくて心に残っている言葉があって、さっき明るい声っておっしゃってくださったんですけどレコーディングが終わった時になんかすごく僕今日疲れてたんだけど遠山さんの声聞くと元気になるんだよねって言ってくださってでもちろん優しくて愛情のある方だっていうのは分かってたんですけど、でもやっぱりディレクションは厳しかったのでなのでやっぱりこうすごくまた緊張してたんですカブトさんとお話しするの。でもその時に元気になるんだよねって言っていただいたのがすごく嬉しくて、カブトさんにそう思っていただけてるんだって思ってもうちょっとスキップしながら買いましたでも多分そうですね。多分いろんな現場があっていろんなあれがあったとしても当時をやっぱ振り返ってもやっぱり遠山さんのその歌のテイクって結構撮ってたりしたじゃないですか。10テイク撮ったのを遠山さんが帰った後に僕ワンテイクから全部聞き直してたんですよ。今じゃ絶対やんないですけどレコーディング中にセレクトするんじゃなくて終わった後なんですね。終わった後に全部聞いてたんですよ。でそれで多分その倍ぐらい多分時間かけてやってたんですよ。でもそれもそこそれもそれも含めてなんですけど、だからそこでくじけない声というかもうつらーと思いながら辛いんですけどでもいやもっとこれだなんかこのテイクやっぱこの表情すごくいいな、でも捨てがたいな、でもこっちにしてもいいなとかっていうなんかポジティブな悩みというかどうしようとかじゃなくて、でもなんかこうそうなんですよ。でも気持ち悪い話なんですけど、でも音楽ディレクターって声フェチなんですよ。なんでやっぱりやっぱりずっと聞いてられる声というかなんかその元気になる声みたいなのすごくやっぱあって、だからその遠山さんの歌のセレクトだったりとかレコーディングとかやっぱりそうですね、なんか結構忙しかったんでしたんですけど、全然それなんか苦にならない、なんか頑張んなきゃみたいな感じでねやってましたね。多分そんななんか一コマを言ったんでしょうけど僕は嬉しいですでもなんかその夢を叶うじゃないですけど、一回この収録前にちょっと僕も思ったんですけど、その昔からそのディレクターになっていろんなアーティストとか僕も関わっていろいろやってきたじゃないですか、やってるんですけど、なんかそれがこう時を経てなんかいわゆる昔のテレビ番組でいうあの人に会いたいみたいなのになんか呼ばれるのが夢だったんですよ。そうなんかあんま出たがりじゃないんですけど、でもなんかそういうのはいうのをアーティストはずっと言ってたんです僕。そういうのに君が有名になって僕を呼びなさいと、みたいなことをずっと言ってたのはそういう意味だと
さんからこうやって引っ張り出してもらったのっていうのはなんか一個夢が叶った感じがします。私はそれ言われてましたっけ覚えてない。でもじゃあ言われてなかったとしてこう知らず知らずにお声掛けをして夢が叶った形によかったこの企画やってでもやっぱりこうなんか僕も思うんですけど、はい、活躍される方ってその表現は口悪いですけど人たらしなんですよ。人たらし、はい、やっぱり人をその気にさせるし、やっぱりこの人のためなら頑張ろうと思えちゃうんです。でそれに多分ナチュラルに富山さんその素質があるんで、多分そういろんな人を多分まあね富山さん分かると思いますけど、歌手って一人じゃないじゃないですか。やっぱり集団芸術なんで、やっぱりいろんなスタッフさんの力を借りなくちゃいけないので、やっぱりそこの誰とそれを仕事をするかっていうのはとってもなんかやっぱりその人に紐づくというか大丈夫ですか？なんかほろりほろり、はい、いやでも本当になんかかのんちゃんでデビューさせていただいた時って本当できることが一つもないっていうくらい何にもできなかったのに、もう周りの方がみんな助けてくださって誰も嫌な顔しなくて、なんでだろうって思ってたんですけど、なんかそういう風になんか周りの方がなんかこう助けてあげようってなんかこう思い立ってそばにいてくださったんだなっていうのを今こうなんか感じて、すごくストンって腑に落ちてなんか泣けてきましたでもそうなんです。だからそれを多分自然にやれる人だと思うので、例えばこの対談だったりとかするとなんかまたこの口悪いですけど、多分フライングドッグさんから僕に来たら多分断ってるんですよ。いやいやもう僕そんなんじゃないんで。そうだからそれは富山さんから直接来たじゃないですか、はい、あれはもう断れないし、でもなんかいやでもやっぱそれだけの思いがあるんだったらやっぱそれに応えなきゃって、それ人なので、なんかそのいわゆるこう形式バッターっていうわけじゃなくて、やっぱちゃんと出てほしいっていう気持ちが伝わると人って動くじゃないですか。っていうのはやっぱりまあ今も昔もやっぱ富山さん変わってないなと思いながら、はい、それだったら人たらしだなっていうそういう意味です。だから人たらし1000人超えました1000人って言ったらちょっと悩みを聞いてもらってもいいですか？私でよければ引き出しをいっぱい作ってくださったなっていうふうに